First, click on Subtitle Display. The next step is to set up. Select Subtitles. Please select your preferred language.岩崎正弘と申します。ベジタブルテック株式会社の代表をさせていただいてまして、この会社は農業と健康を循環させることによって人にとって健康、食にとっても安心な社会、そして結果的に健康的な農法は自然環境にも、それが次の時代の子供たちにも残していける社会づくりっていうのをやっている会社で、商品としては野菜をパウダーにして飲む粉野菜という商品を今開発して販売しているという会社が一つ。で、もう一つは僕自身が医療従事者っていうところから人の健康のためにっていう気持ちが強かったので、栄養士として、研究者としてところを病気じゃない人たちにも届けようということで、一般社団法人日本栄養コンシェルジュ協会という協会を行って、こちらは栄養コンシェルジュという栄養学を実践的に使える人たちを育てるという教育事業になりまして、資格発行もしているんですけれども、アスリートの朝原信治さんや医師とか、あとは医学研究者、栄養研究者という大学の先生方とも一緒にやっている協会で、そちらも今代表理事をさせていただいております。実はいくつか僕趣味もっていうか、やっぱり生きてるこの時間楽しみたいっていう、ところから、大幕梅佐流、煎茶道ですね、の教授もさせていただいております。あとは、マスターズ陸上の、選手会員として、100メートルの選手としても、遅いなりに頑張ってます。ありがとうございます。めちゃめちゃ嬉しいですね。1000人ってやっぱり桁が違うので、あとはやっぱり達成する目的に、やっぱせずに頑張ってきたっていうのがあったんで、気がついたらやっぱり1000人ってなると、やっぱりおめでとうございますとも言っていただきますし、で、ユッキーとね、やってる時にいよいよ、あと何人で1000人ですよみたいな話の時に、なんか急に気持ちが、ちょっと一つの目標が分かりやすい目標ですね。数字目標で1000人がもうすぐ目の前っていうのは、そこからちょっと緊張して、今まで以上にじゃあどんな動画作ろっかとか、どんな頻度でとかね、限られた時間の中でなんとか合間縫って、ユッキーと会って、あるいはオンライン上で自分で撮って、みたいなところも含めて、やり始めて、実際に超えると、今はね、1000超えてから少しだけ時間が経って、それ以上になっているのを見てると、なんかもう、次の目標がやっぱりできて、次はもう5000。というか1万っていうふうに気持ちでは思ってます。これはですね、きっかけは、野菜は最強のインベストメントであるっていう自分の初めての著書っていうものを出版したんですけれども、その時に活字で僕の思いとかっていうものを届ける。これも非常に苦労して、その時一緒に編集を担当してくださった佐藤祐樹っていう、今ユッキーと呼んでいる方と二人三脚で作って、で、それがですね、非常に僕の思いとかも活字になるっていうのが、すごく編集者としてそこをこだわって、なんならもう岩崎のことを誰よりも分かってる。親よりも分かってるかもしれないっていうぐらいまでですね、本当に親身にやっていただいて、で、その中で、活字でも岩崎正弘の思いとかを伝える。でも限界があるじゃないですか。その表現であったり、自分のリズム感、テンションみたいなものって載せるのが難しいじゃないですか。でね、そうやって打ち合わせでは僕がいろいろと話しているっていうところを、もうちょっとじゃあそのまま届けたら、もっと伝わるんじゃないかっていうところに、このアイディアとして出てきて、でも YouTube ってYouTuber とか今更ね、どうやったらいいかわからないし、自分がどれほどカメラの前で喋れるかもわからないけれども、そのユッキーがいろいろと、そういうテクニックも持っていて、非常に上手な編集をしてくれるっていうところも分かってきて、じゃあ、これ一緒にこの二人三脚で、この YouTube で栄養学をみんなに知ってもらうと。岩崎正弘を届けるんじゃなくって、
僕たちが栄養学っていうものに魅了された、その本質的なところを熱量とともに動画で届けるっていうことをやってみようということで始まりました。栄養学っていうのはシステムなんですね。その栄養っていうのをその地球にある資源を出発点として、でそこから土壌菌が食べて、さらに土壌菌が土を作り、植物が育ち、で植物が草食動物、昆虫たちを育て、でそういった草食動物たちを食べる肉食動物が育ち、でさらには人間もその中の食物連鎖と言われるシステムの一部の動物なんですけど、結局この動物たち、生命たちが生きていく仕組みが、まず栄養という仕組みの中で生きているっていうことなんですね。だから、その中には当然最初、水が雨として降らないといけない。これは地球に雨が降る。水分があるっていうところがすごく重要。それは海というところにもつながってくるし、さらには僕たちが食べてる、植物、お米もそうですけど、太陽とか。で、雷っていうのが、窒素を作るっていうこととか、結局、栄養のことを学べば学ぶほど、自分たちの、生きている仕組み、で、自分たちが育ってきた、生まれてきたこの地球の仕組みに触れることができる。というか、理解することができるっていうのが、僕たちが生きている世界そのもの、仕組みそのものなんですね。で、その仕組みそのものを理解する学問が栄養学になるんですよ。で、仕組みだけじゃなくって、その仕組みの中で行き来している物質。それを僕たちは栄養成分とか栄養素っていうふうに言って、ものとして、それが結局このシステムの中をもう縦横無尽に行き来してるんですね。食べて、食べられ、濃縮され、それが排泄され、また循環してっていうシステムの中を行き来している物質が栄養素なんですよね。なので、栄養学っていうのは、こういった仕組みを理解して、仕組みを行き来する物質、じゃあその物質の効果、効能とか、栄養学というものを学べば学ぶほど、この社会の仕組みで人間の営みみたいな、もう結局全ての実学になるんですよね。読み書きそろばん、言葉が違うくても食べてるものは一緒。聞く音楽、いろいろなところで出てくる文化が違うけれども、食べているものはこの仕組みの中の成分しか食べていないので、要はこの栄養学というものは、こういった世界の全てを理解できてしまう力がある実学です。はい。日常では、当然栄養学を学べば、日々の生活の型っていう基本の型が身につくことになるので、例えば朝ごはんを食べることによって、午前中の脳の活性とか、体のエネルギーの代謝っていうのは上がってくる。つまり、午前中にも元気に遊んだり、仕事ができたり、生物としての活動が非常にパフォーマンスが上がる。こんなんは普通にありますよね。あとは自分が体重が増えてきた理由。増えた理由っていうのも栄養学なので、今の体重が増えている原因が分かれば、ダイエットもクリティカルに成功させることできるし、なんならダイエットが成功した後、どうやって体型を維持するのか、この維持する方法も栄養学で分かるわけですから、じゃあリバウンドっていうのはもう存在しなくなるんですね。でも食べたいという欲望とか、そういうのは何か、これは脳の仕組みで食べたものを美味しいと感じる報酬系という、いわゆる欲望が快楽を感じると。食べた時の快楽。で、その快楽っていう仕組みもホルモンが関係してきて、じゃあそのホルモンが出てる原因も栄養学でわかるし、そのホルモン、食欲というものを促しているホルモンを逆に食欲を抑制するホルモンも栄養学で出すことができたりするんですね。仕事でも脳の活性、さらには高齢になった時の筋肉の維持、認知症の予防、当然癌の予防、あらゆるところで栄養学は今悩んでいるこの生活の体調に関するものは全部解決します。まず栄養学はおもろっていう感覚ですね。実学だから、いろんな生活の場面でもふとした時にパッて絶対豆知識として思い出すと思うんですよね。で、思い出して人に言いたくなる。で、視聴していただいた後、実はこうらしいでとか言いたくなる。で、全部栄養学って、プラスのことが僕は多いと思っていて、その病気の予防っていうのもプラスですし、その自然環境の話も、知れば知るほど旅行に行くのも、山に登るのも、鳥の音聞くのも、虫の音聞くのも、
季節が変わるのもどんどん楽しくなるので、栄養学はこの実学で、かつ世界の仕組みであるっていうところを学ぶきっかけになるので、今生きてるのがもうめっちゃ楽しくなるような、どんどんワクワクするようになっていただけるように意識して作っております。はい。健康っていうのは、まず自分がやりたいことができる状態にあるかどうかっていうのが、その人の健康だと思うんですね。その自分の健康は自分のやりたいことができる状態でっていうことは一ついいんですけど、僕は健康のすごい力っていうのは、自分が健康であることが、自分のことを大切にしてくれる人を幸せにしてるんですよね。自分が大切に思っている人が健康であると、まず自分はすごく幸せになれる。だからこそ大切な人が目の前で健康的な生活。例えば野菜食べてんねん最近とか、もう最近はもうストレス溜めへんようにしてるねん。寝る時間はこうして朝早く起きたらもうむちゃくちゃ気持ちが良くってさ、みたいな大切な人の健康的なことをやってる。それを見たときに、むちゃくちゃ嬉しいわけですよ。なぜ嬉しいかっていうと、その人が健康でいてくれる。ということは、自分とより長く一緒にいれるんだなと。いずれみんなは最後は死んでいく。どちらかが先にいなくなってしまうことは必ずあるわけで、健康なことをしてくれていたら、自分といる時間は最大限長くなる。ここに多分嬉しく思うんだなと思うんですね。実際に僕は病院でね、患者さんとか、高齢の方もいたりして、例えば高齢になってから生活習慣病になった。そういう人がもうええねんと。送っと最後は行くねんから自分好きにさせてくれって、よく怒られたりするのも多々あるわけですよ。で、家族は、じゃあどう言ってますかっていうと、いや、もう家族ももう病院から帰ってきたらもう、あれやこれや言って塩分まで下げてとか、そんなね、言われる方がいたわけですよ。でもその方に、でも、家族が、なんでタバコをやめろとか塩分少なくしろっていうふうに怒ってるようにね、聞こえるかもしれない。こんなことを言うと思いますかっていう話をして、それこそ先ほど言った話をするわけですよ。何々さんが、タバコを吸ってるってことは、家族からしたら、それが原因でどんどん一緒にいる時間が、もうこう短くなっていく。もうそれが辛い。で、その辛さを栄養学を知らない状態のね、人がかける言葉っていうのはどうしてもその目の前で見ているタバコをやめてほしいとか、お酒をやめてほしいとか、そういう言葉になってしまうんですよ。でも、その本心は長く一緒にいたいからだと思いますよ。だから、めっちゃ怒ってるおじいさんとかね、涙しながら、なるほどなと。実際に、自分はポクッと言っていい。自分のとか自分の病気は自分でもう納得してるけども、家族とね、一緒に、孫と一緒にっていう、この時間を今、失っていってるってこと初めて分かったと。で、すぐに辞めれるかどうかは自分自身も自信はないけれども、辞める気持ちはでもできたっていう話をしてくださって、目の前で泣かれるんですよ。もう70とかの方が。で、それ見て僕もゆるゆるやから、類線僕も。だから、僕もちょっとこう、なりながらね。だからこういうのを、目の当たりにすると、栄養学っていうのは知るだけで考え方が変わる、価値観が変わるっていうことに、つながるんだなっていうのは本当に思った経験です。好きな食べ物。これはランキングで言っていいですか？第1位、チーズケーキです。チーズケーキがもう昔から好きで、特にタルト生地のできたベークドチーズケーキがもう大好きで、で、今ではもうモロゾフのデンマークチーズケーキですね、ベークドの。あれが大好きでもう好きすぎてそのレシピを自分でこう考え、ベークドチーズケーキから近づけるために、モロゾフに近づけるために、作ったりして、自分でも作ったりするぐらい好きです。で、2位、クッキーです。クッキーも昔から好きで、もう缶ごといけるぐらい。で、それも、大好きなのは、ユーハイムのクッキーが僕、もともと好きで、ディズニーランドとか行ったお土産、あそこはお土産のクッキーってユーハイムですね。で、こんなに美味しいんだっていうのに気づいて、まずユーハイムのクッキーが好きなんですけども、何年か前に大分県の湯布院に行った時に、そこに
リンゴンっていう、まあ、クッキー屋さんがあって、おしゃれなクッキー屋さんなんですけど、まあ、そこに入って、まあ、焼きたてのっていうか食べたら、もうめちゃくちゃ美味しいんですよ。素材とかも全然まあ添加物が入ってなくって、すげえ美味しいんですよ。サクサクしっとり感が超好み。で、もうこのリンゴンさんのクッキーが好きすぎて、今オンラインでも買えたりするので、もう大量に買って、大量に買ったら、ね、やっぱこう何度も買うので、お手紙が入ってたりとかするとめちゃくちゃ嬉しくて、余計にね、買ってりするぐらい、リンゴンのクッキーはもう超大好きですね。で、第3位はフライドポテト。で、フライドポテトは、まあ一応ですね、バーガーキングのフライドポテトが僕一番好きですね。外で手に入るもので言うと。まあもちろん家でも作ったりするぐらい好きなんですけど、まあバーガーキングのポテトはカリッとして、中はちょっとホクッと感もあって、すごく太すぎず細すぎずの感じがもう大好きですね。で、第4位は焼き飯。第5位はハンバーグです。どうでしょう。まあでもね、好きなものやから。はい。言い悪いじゃないんですよ。好きやから。それも一つの文化だし、まあこの時代にね、あるものってのは全部文明の一つなんで、その文明もやっぱ楽しまないと、人は健康になるために生まれてないんだよ。こんなわざわざ泣いてね、泣きながら生まれてきて、なんでわざわざ楽しまずに、健康になるんだってやってても、楽しくないじゃないですか。生まれてきた意味が違う。で、健康であることは楽しむための基本のツールなんですね。健康という。だから、その最初の質問にもあったように、健康であることは自分がやりたいことをやる状態が整っているっていうことだから、ツールの一つ。お金と一緒。お金もツールなので使える状態にするかとか使い方っていうのが大事で、でもお金を集めることじゃなくて、やっぱこれを何かね、物を買う、誰かにプレゼントをする、こういう経験をする、何かを作るみたいなものに使うツールじゃないですか。目的があるじゃないですか。と一緒で、やっぱ健康であるのは目的ではない。僕はもうこの文明を楽しむ意味でも、もう今さっき言った好きな食べ物は全部もう楽しみまくると決めてます。それをね、健康が悪くならない程度にっていうところを、栄養学を使って食べるっていうことですよね。で、今健康の話を思い出したんですけど、大幕宗っていう、仏教の、一つの宗派があって、それを伝えた、隠元禅師。大幕宗の中の教えの中に、生きることに関するその原則みたいなものが、昔1500年、600年ぐらいの時にもう言われていて、今も残ってるんですけどね。何かっていうと、5つあって、これ順番も大事なんですよ。生きている目的というか意味。一つは健康であること。これ第一義なんですね。で、健康であること。で、第2が健康であるならば長生きをすること。これ順番なんです。長生きが先じゃないんですね。で、長生きをするのであれば自分で自分の身を養うこと。だから、養うことができないのに長生きをすると良くないよってことなんですね。自分で稼いでいくっていうことですね。で、そして4つ目に養うことができて余裕ができたのであれば芸術を楽しむこと。そして最後に必ず自分は死んでいくということを知ること。この5つを大事に教えとして残しておられます。で、この5つが大事なんだけど、この前提条件っていうものもあるってことを最近知りまして、それは生きる目的を見つけた上でっていうことが前提にあるらしいです。だから生きる目的を見つけているのであれば、やはり健康であれ、長生きをして身を養って芸術楽しんで、最後はそれでも死んでいく。ここですね。そういうふうにお茶のお湯元から教えていただきました。はい。岩崎正弘7チャンネルをぜひこれからも応援していただければ幸いです。ぜひ今年の目標は、YouTube に限らず多くの人と、つながりというものをテーマにしておりますので、この YouTube を一つのつながりのきっかけとして、これからもぜひ応援のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい。ということでここまでご視聴いただきありがとうございます。いいね、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。質問やコメントありましたらぜひそちらもお願いいたします。まだまだたくさん、話したいこと、皆さんに伝えたいこと、動画のコンテンツ内容いろいろ予定していますので、ぜひお楽しみにしてください。